こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。最近、中型バイクの新型発表が続いてるな。モタサイでは、ZX4R にエリミネーター、CL252V ストローム SX と、たくさん展示がありましたね。そんな盛り上がりつつある中年モデルだが、今回、ヤマハの R3 が正式発表されたことで、国内メーカーのミドル SS モデルが新排ガス規制に対応し、足並み揃ったったわけだ。俺たちの戦いはこれからだ。というわけで、今回のテーマはこちら。春だ、バイクだ、SS だ。遅れてきた YGF-R3 と、最新中面 SS まとめ。ヤマハの YZF-R3 のマイチェン内容と、国内メーカーの 200cc から 400cc SS を比較紹介していくぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。YGF-R3 とライバル SS スペックまとめ。1、YGF-R3 って。2、マイチェン変更点。3、400cc から 200ccSS 比較。です。じゃ、はじめご。1、YGF-R3 って。R3 を一言で言うと、見た目ハワイ ZF-R25、中身は 320cc。違いはヤマハ好きしか気づかない兄弟車。それが R3 だぜ。R3、生きていたのね。もちろんだ。MT-03 と同じく健在だ。ヤマハのロードスポーツラインナップを担う一台として、しっかり役割を果たしてるぜ。正直なところ、レイムのリアクションもわかる。じゃ、R3 と MT-03 の存在理由を考えてみると、バイク好きの勝手な想像ね。一つ目はメーカー都合だ。2013年に欧州の二輪免許制度変更があり、免許を取得した最初の2年間は、35kW47 馬力以下のバイクにしか乗れなくなった。A2 免許、やつね。他社は 299cc として販売しているんだけど、ヤマハはそこを 320cc にして、他よりちょっと余裕あるところを売りにしているぜ。免許制度とエンジン出力で区切りのいい排気量ってのが、320cc ってわけだ。商売上手。その R3 を日本の免許制度に合わせたのが、R25 だと言われてる。で、二つ目は需要側の都合だ。400cc クラスは車検があるから、250cc へ流れる人もいれば、生活環境や自分の技量に合った排気量を選ぶ人もいるってことね。そ。それに、R25 も R3 も製造しているのはインドネシアだし、R25 を日本に輸送してるんだから、同じ手間だしな。ちなみに、主のバイク歴を振り返ると、400cc は車庫から出す気軽さや、庭での取り回し、エンジンパワーも過不足ない、ちょうどいいバイクだったな。ヤマハの 400cc は、排ガス規制などで整理されて、その穴埋めに、320cc を国内向けとしたのね。そ。でも、川崎は 400cc をバンバン発表してますよ。欧州市場は無視ですか？川崎が欧州向けに販売している 400cc や 650cc は、リストリクター等で出力を A2 向けに調整してるんだ。日本向けをデチューンして欧州向けとするか、欧州向けを日本向けに流用するか、ヤマハは後者を選んだ、と。そして、R3 の排気量を 250cc 化して、国内向けにしたわけだ。排気量だけ変更、やりくり上手ね。思うだろ？違うの？ R25 のタイヤはバイアスだが、R3 はラジアルだ。R25 はヒールガードの肉抜きがあるが、R3 はない。変えてくるのかい？このこだわりがヤマハ流だ。排気量と変速比が変更されたことで、R25 の出力は35馬力 2.3kgF、R3 は42馬力 3.1kgF となり、燃費 WMTC モード値は、R25 が 25.8kL だが、R3 は 25.4kL になってるぜ。あとは車検有無ですね。これは乗り換える口実。それな。ヤマハの R シリーズには、明確な住み分けがある。R25、R3 はエントリーユーザー向け、R7 はそのステップアップ先、R1 はシリーズのフラグシップだ。ステップに応じたモデルがあるのね。次は R7 ね。R7 には、R3 には採用されていない装備があるし、スリムコンパクトで高い運動性能のモデルだ。でもさ、ヤマハは海外向けだった 125cc シリーズを国内導入するでしょ？ R3 が入門モデルからランクアップ先モデルになったりしないのかな？実は、その妄想も捨てがたい。入門モデルは R15 に任せ、ZX25R や CBR250RR の後を追うなんてことになれば。ヤマハのこだわり次第、ですね。クラッチレスのツアラー FJR1300AS に、自動変速機能をつけなかったぐらいだしね。そ。でもさ、R3 も発売して8年目。流行りは時代で変わるし、他社比較すると、装備の古さも気になりますけど。基本設計は変わってないが、時代に合わせて手は入れられてる。2019年の2代目では、フロントサスの倒立化、ヘッドライトとテールライトの LED 化、R1 風のトップブリッジに液晶メーター、外装変更とかな。ライダーとバイクの間に、他の制御が入らない SS は希少な存在になりつつある。R3 の次モデルがどうなるか、まだ情報は出てきてないけど、バイク好きなら、すっぴん SS をぜひ体感しておいてほしい。2、マイチェン変更点。カラーバリエーション。
それじゃ、カラーバリエーションからチェックだ。ディープパープリッシュブルーメタリック C、ダークブルーイッシュパープルメタリック3、ブラックメタリック12の3色です。新色はパープルですね。そう。毎日乗れるスーパーバイクを体現したダークトーンパープルだ。若者のトレンドに乗ったカラーですよ。で、クロスレイヤードウィングは、ダウンフォースを稼ぐための空力デバイスだ。スペックを他に捧げるぜ。ま、この色といい装備なら、昨日、〇〇にいたよねって特定されるバイク。ちなみにこのカラーは北米仕様でしたね。過去にはオレンジとかシアンとかあったっけ？そうだな。R25 と R3 には海外仕様のド派手なカラーリングが、国内向けでも設定されるんだよな。若者向けのエントリーモデルですからね。R1 や R7 でこのカラーリングを出すのは、チャレンジャーです。ヤマハブルーは青黒ツートンになって、より R カラーにより近づいた。変わり映えしないブラックも、新ロゴで判別できますね。今回のモデルチェンジではウィンカーが LED 化されてるから、ここでも新型の判別は可能だぜ。この調子で元 GP カラーも復活させてほしいですね。去年、レース参戦60周年記念だったし、創業70周年記念はもう少し先だし、ひょっとしたらテコ入れで発売するかも、な。そういえば、今年の元 GP はどんな感じなの？第3戦、アルゼンチン GP が終わり、ヤマハはコンストラクターズ超えだ。今年は、トカテ、KTM、アプリリア、海外勢が元気だ。日本メーカーはスロースタートかな？動力性能。エンジンは並列2気筒 320cc、最高出力42馬力1万 750rpm、最大トルク 3.1kg/m/9000rpm、ガソリン容量は14リットルで、燃費は 25.4kg/WMTC、航続距離は 355.6km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。モデルチェンジの変更点は？今回のポイントは2つあって、1つ目は形式が 8BLRH21J となったエンジンだ。あれ？去年の60周年記念カラーモデルで、認定形式は 8BL になってたよ。R3 のプレスリリースでは、今回が排ガス対応になってる。限定特別モデルなので除外されたのかもな。もう一つは、クイックシフターに対応したことだな。アクセサリ設定だけどね。サイズ、足付き。車両サイズは、全長 2090mm、全幅 730mm、全高 1140mm。車両重量は 169kg、シート高は 780mm だ。R25 と全く同じですね。偶然かな？意図的にだな。R25 と R3 は同じ開発コンセプト、開発メンバーで行ったんだって。サイズを同じにすることで、排気量の違いをしっかり感じてください。ってことかな。250cc マシンの軽さと、400cc マシン並みの扱いやすさを残したのが R3 だ。ダイヤモンドフレームでシート周りはスリムな設計だし、2気筒なので、またがった時の足つきも良好だ。このサイズ感と重量なら、気軽にお出かけできるね。DCT を装備した左手ハッピーの NC700X でも、約 220kg の筐体を車庫から出すのは、一苦労だしな。やっぱり自分が扱える範囲でバイクを選ぶのが一番ね。使用装備。クイックシフターが OP 装備されたことは紹介済みなので、それ以外の部分についてチェックしていくぜ。YGR、M1 をイメージしたハンドルクラウン。肉抜き加工を施したアルミ鋳造製だぜ。レーシーだろう？古い気象メーター。レイアウトは上位モデルに合わせた液晶メーターだ。最新型の TFT 液晶とはいかないけどね。小型の前後 LED フラッシャーランプ。存在感のあったウィンカーは、細身の LED タイプに変更されたぜ。以上。大きな変更や、気になる変更点はないですね。噂では今度発売される YZF-R125、R15 が、下克上装備で登場らしいですが、それな。まだ正式発表されてないので、装備内容がどこまで海外仕様と同じになるのか不明だ。海外仕様そのまま、トラコンやクイックシフターを装備したモデルとなるか、取り除かれたすっぴんモデルとなるか。今までのヤマハの YZF の住み分けを考えたら、おのずとその答えは、価格。320cc のゆとり、R3 のお値段は 72.6 万円だ。3.85 万円の値上げだな。R25 は 69.08 万円だ。国内の 320cc はレア排気量だ。ぜひ一度体験してみてほしい。それではお待ちかねの、ライバル比較です。新排ガス規制に対応した 400cc、200cc の SS を一気に比較するぜ。3、400cc から 200ccSS 比較。各社一押しの SS モデルを揃えましたぜ。今回の比較車種は、全部で11台だ。ボリュームたっぷり。では、比較評論。ZX4RR の国内仕様は未発表だけど、こっそり入れておいたぜ。ちなみに、各スペック単位に順位付けしてますが、あくまで目安ってことでお願いします。これは個人の思い次第で、簡単に入れ替わるからな。じゃ、チェックしていくか。本体価格。価格帯は 51.48 万円から約127万円だ。R3 は 72.6 万円で真ん中よりちょい上だな。排気量も 320cc だし、価格が70万円台になるのは仕方ない。劇的にリーズナブルなのは、スズキのジクサー SF250 ですね。R3 と比べたら16馬力低く、トルクは 0.9kgF 低い。装備は ABS のみで、R3 との差はないですね。やっぱり、排気量が大きいほど、高いってことか。シートコー。
780mm から 824mm だな。R3 は一番低い 780mm だ。さすが毎日乗れるスーパースポーツです。足つきの良さ抜群ですね。一番高いのは RC390 だな。前幅はそれほどだし、短気筒でスリムな体型だから、足つきは、数値ほど悪くないと思うけど。重量。155キロから192キロだな。R3 は169キロで9台中4番目に軽い。排気量の割には、軽い方ですよね。だな。これなら不安なしだ。一番軽いのは、スズキのジクサー SF250 で158キロです。パワーウェイトレシオで比較したら、ZX4RR を抑えてトップだぜ。でも、ジクサーは排気量が少ない分、トルクが細いですよ。やっぱり街乗りは、トルク重視ですね。航続距離。280.5キロから492キロだな。R3 は355.6キロで9台中8番目だ。排気量が大きいのに、ガソリン容量が R25 と同じなのが原因だな。そうなると、スズキの GSX250R の15リットルで492キロは、確実に狙ってきてる、ってことか。ちなみに、ジクサー SF250 が15リットルタンクなら517.5キロだな。こりゃ、意図的に住み分けてる。動力性能。19.5馬力から77馬力だな。R3 は42馬力で11台中6番目だ。ま、これも排気量の差ですね。約3万円で、R25 より7馬力高い42馬力のバイクがゲットできる。これをどう受け止めるかだな。馬力は高い方がいいですよ。絶対。使用装備。全部盛りは ZX4RR と ZX25R。価格は高いがフル装備だぜ。R3 は ABS のみのシンプル装備ですね。で、11台中5台が R3 と同じ ABS のみです。ヤマハの R シリーズはスペックがピラミッド型で、それぞれのクラスで役割が明確になってる。R3 は 250cc と比較したとき、より扱いやすいエンジン性能を持ったモデルだ。そこに魅力を感じるなら、おすすめのバイクだと思うな。さ、YZF-R3 を中心に比較してきたんだが、R3 が欲しくなってきただろう？はい。ネタは古いですが、最新の R3 に興味が湧いてきました。じゃ、これで R3 紹介は以上だぜ。お次は、終わりの一言です。終わりの一言。排ガス規制の対応が終わったミドル SS モデルを一通りチェックしてきましたが、いかがでしたか？メーカーの考えが染み出てきてるな。例えば、どんな考え？各ジャンルで特徴的なモデルを連発し、存在感を示す川崎。フレンドリーな小型排気量やカラーで、若者向けアピールするヤマハ。各メーカーの動きを静観し、隙間に商機を見つけるホンダ。独自のデザイン路線で勝負する鈴木。80、90年代とは違った、静かな戦いが始まってますね。もう多彩は終わりましたが、今後もあっと驚くバイクの登場を楽しみにしていますよ。それでは、次回の動画まで。1、2、バッバハイ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。